皆さんこんにちは、なるです。今回は古来より千本桜と称えられる奈良県吉野山にやってきました。奈良県は1000頭を超える鹿たちが暮らす奈良公園、世界最大の木造建築物である東大寺大仏殿を有する奈良市エリアが有名です。吉野山はここから南へ約 50km ほど離れた場所にあり、奈良県南部の吉野エリアに位置しています。吉野山は斜面全体に約3万本もの桜が植えられており、その光景は白い雲が山を覆うかのようで、古くから花の雲と呼ばれてきました。一般的な桜の名所とは比べ物にならない圧倒的な立体感を味わえます。山は下千本、中千本、上千本、奥千本の4つのエリアに分かれており、約2週間かけて桜前線が山を登っていく様子を楽しめます。下千本エリアには風情ある石畳の七曲坂があり、中千本エリアには国宝の金峰山寺と歴史ある吉水神社があります。上千本エリアに進むと絶景スポット花櫓展望台や水の神様を祀る吉野三熊利神社があります。さらに最大部の奥千本エリアには金峰神社や西行法師ゆかりの西行庵で桜と歴史の深い結びつきを感じることができます。アクセスについてですが、吉野山へは多くの行き方がありますが、今回は一部を紹介します。吉野駅までは京都からは近鉄特急で約1時間40分、大阪からは近鉄特急で約1時間15分、名古屋からは近鉄特急で約3時間です。吉野山内の移動についてです。吉野駅からはロープウェイか徒歩で下千本エリアに向かいます。ロープウェイを利用する場合は千本口駅から吉野山駅まで運行しています。徒歩の場合は七曲坂を利用して約20分です。バスの場合、通常時は吉野山内は吉野神宮から奥千本を路線バスが循環しています。観桜期はメイン通りの吉野山観光駐車場から勝手神社までの約 1.6 キロは歩行者天国になります。そのため通常時のバス路線の運行はありません。その代わりに2本の臨時バスが運行されます。一つ目が近鉄吉野駅より中千本バス操作場まで奈良交通臨時バスが運行しています。二つ目が竹林院前から奥千本へのバスが運行しています。車を利用する場合は吉野山内の主な駐車場は吉野山観光駐車場と如意臨時駐車場があります。観桜期の週末など混雑時にはマイカーの乗り入れ制限が実施されます。郊外第1駐車場や郊外 A 駐車場が臨時でオープンし、これらの駐車場から吉野山観光駐車場等へシャトルバスの運行もあります。吉野山周辺までは西名阪自動車道郡山インターチェンジから約60分、南阪奈道路葛城インターチェンジから約45分、京奈和自動車道木津インターチェンジから約1時間30分、
名阪国道針インターチェンジから約60分です。その年によって運用方法が変わりますので、必ず事前に情報を調べてから向かうことをお勧めします。すごい霧がいい感じだね。雰囲気出てるよね。1000年の歴史の都って感じ。いいじゃん。でしょ？ああ、いいね。まさかこんな霧見れると思ってなかったもん。雨だったからね。歴史を感じるわ。もやもや、私船じゃなかった。もやもやがなくなってるから。もやもやなくなってる。でも、ちょっともやもやあるのもいいんですよ。あれはあれでな。すごいね。でもなんか、視界すっきりと。上から下までさ、一面中ピンク？絨毯みたい。桜の色もいろんな種類があっていいね。ピンクが濃いやつと薄いやつとかもあってさ、すごい。秀吉もね、ここでお花見したんだって。あ、そうなんだ。そう、その時にこの吉水神社が、なんだっけ、本陣にしたんだって。それでこの景色を楽しんだんだって。大阪から来たってこ多分。いや、わかんないけど。でさ、南北朝時代と？の南朝の皇居もここだったんだって。あ、そうなんだ。吉野なの？そうそうそう。吉野の吉水神社。あ、そうなんだ。名前は昔違ったらしいけど。歴史を感じるね。桜とともにその歴史があったんだよ。すげえ。吉野に咲いてる桜はね、ほとんどが山桜なんだって。あ、そうなんだね。ソメイヨシノじゃないんだ。そう、違うんだって。でこの山桜の特徴は、花が咲くと同時に若葉も咲くんだって。咲いてるね、一緒に。ね、そうそうそう、葉っぱと一緒に咲いてるよね。桜の花びらも白っぽいのが特徴なんだって。ああ、そうなんだ。白っぽいよね。およそ1350年前に創建された吉光神社は、源義経と静御前の秘伝物語や後醍醐天皇の安宮としても知られる歴史の宝庫です。参拝は神様17柱に感謝を捧げる二礼17泊一杯の独特な作法で行います。
18泊 ?17 じゃないんだ。18だったよ。嘘嘘マジで。でも途中でさ分かんなくなったの何回か書いてたか。18泊だったよ。1個おまけしてくれて。約1350年前に修験道の開祖円の行者によって創建された歴史ある寺院で、2004年には世界遺産にも登録されました。現在の本堂は豊臣秀吉が寄付して建てられたもので、奈良の東大寺に次いで日本で2番目に大きな木造建築です。ちょっと桜散っちゃってるね。うん。下千本はちょっと散ってるっぽいね。そうだね。吉野の桜ってね、下千本が咲いて、中千本が咲いて、上千本が咲いて、奥千本が咲いてくんだって。あ、順番に咲くんだよね。そう。だから上の方に行けばね、まだ咲いてそうだね。ちょうどいい感じかもしれない。行くのが楽しみだ。はい。いただきます。ねえ、桜麺にね、桜が咲いてるよ。ほら。すごい。ご飯の方も満開の桜が咲いてる。麺もピンクなんだよ。かわいい。おしゃれだね。春限定。春限定。じゃあ桜セット行こう。桜いただきます。何味なんだろうね。なんかすっごいツルツルしてる。そばじゃないの？そばじゃない。そうめんかな。美味しい。ツルツル。奈良と言ったら柿の葉寿司だよね。柿の葉寿司本当に好きなんだけど。うまい。この酢飯の感じとさ、シャリの塩気がね、本当に美味しいの。これを食べると奈良に来たって感じ。今日さ、天気がさ、ちょっと曇ってるけどさ、今日止まるからね。明日は晴れの予報だからさ、晴れの日の桜も楽しみだね。ホテルからも眺めいいんだよね。ぽかったね。ねえ、それもすごい楽しみ。一日中桜まみれだね。こんなに桜見たことないかも。去年お花見行ってない気がする。だからいいね、新鮮な気持ちで見れる。金峰山寺近くに位置する葛屋中井春風堂は、日本を代表する吉野本葛専門店。店主から葛についての貴重な知識を聞きながら、職人技の実演を見学できる特別な時間を楽しめます。
作りたてた木が持つ透明感と弾力の美しさを味わえるのはこの店ならではです。見えていますか？みるみる来てますよね。これこそ暑さでここまで透き通るとね、めちゃくちゃ美しいですよねっていうことですよね。いただきます。くず餅の方だよ。うわー、プルプルしてる。いただきます。ポン酢で食べる。すっごいもちもちしてる。なんか水とさ、くずだけでできたと思えない。美味しい。なんか作り方を知ったから余計美味しく感じない？美味しそう。めっちゃ透明じゃない？全然歯ごたえ違う。餅はもちもちだけど硬いくず切りの。すごいね。水の量だけでこんな変わるんだ。すごい美味しい。でも餅の方が好きかも。もちもちしてて美味しいです。わー、何度でも食べたくなっちゃう。全然違うよ。美味しい。どうした？なんか小道を見つけてさ、みんな行ってるから行ってみようか悩んでる。行く？行くか。行ってみるか。良い林寺が見えるよ。あれ？あと桜が。わー、綺麗だね。シャン一面。あー、いいね。あんな上まであるんだ。すごい。めっちゃ乗ってる。綺麗だね。もう満開じゃない？
いや、だいぶ落ちてるでしょ。だいぶ落ちてるけど綺麗だね。これとか満開だよ。満開ではない。満開ではありません。満開だよ。ほぼ満開だよ。そうだ。疲れましたね。めっちゃ山登りだったんだけど。確かに。上千門から急に登りだね。うん。意外とちょっと残ってるね、こっちは。上はね、意外と残ってる。よかったね。雨にも打ち勝ったよ。いや結構負けてるけど。いや、でも思ったよりある。よかった。あー、絶対綺麗だね。こんだけ登ったんだからさ。ね、あー、楽しみだ。めちゃくちゃ綺麗だね。ここが多分、一番有名なところかな。眺め最高だ。すごい。あのさ、お寺からさ、よく歩いたね。あー、その分のね、頑張りが称えられる景色だ。すごーい。桜あんなにあるんだね。ちょっとちっちゃってるやつもあるけどさ、なんか葉っぱが赤いからさ、桜みたいに見える。すごい綺麗で、ここの桜は紅葉まだ咲いてるからさ、手前に見れていいね。手前は咲いてる。そうそうそう。あー、すごいなー。中央の桜すごい綺麗だね。幹さ、めちゃくちゃ太いよ。嘘、本当。あれ、しだれ桜。あ、しだれ桜。あー、ここのやつがちょうど満開ね。でもさ、屋根とかも、何これ。かやぶきじゃないけどさ、古いよね。趣ある。苔みたいなの生えてる。そうそうそう。木造建築って感じ。すごい雰囲気。ねえ、すごいね。コンパクトだから回りやすいね、ここは。創業257年の歴史を誇る継承の宿法雲館は吉野山中央の高台に位置し、全客室から中千本や上千本の絶景を眺める魅力的な老舗旅館です。あー、桜見えるよ。本当だ。うわ、すごい。めっちゃいいじゃん。すごいよくない？あー、桜、上千本の辺まで見えるよ。如意輪寺も見える。ちょうど目の前だ。すごいいいじゃん。うわー、綺麗だね。うわー、すごい。朝めっちゃ楽しみだね。本当。夕方も。
乾く。うわ。いただきます。うん。うん、おいしい。すっごいトロトロ。味は？うん、醤油だ。醤油。だしだね。だしベースで醤油が効いてる感じ。うまー。今日寒いからさ、温まる。確かに。なんかさ、くずがまとわりついてる気しない？ああ、トロトロしてるね。ね、柔らかくなってんのかも。いただきます。うまい。合うんだ。味濃いわ。いい豚肉って感じ。これローサだよね。ぽいね。だけどさ、全然硬くないの。あれ何ポークって言ったっけ？大和ポーク？あ、そうなの？いや、めっちゃうまいわ。なんだろう、味がね、すっごいしっかりしてるの。でさ、そんな重くないから何枚でも食べれる感じ。あ、美味しい。いっぱい食べちゃう。これ塩って言ってたよね。あ、そうなんだ。自家製塩？あ、塩もあるね。おいしい。それなんだっけ？鶏胸？鶏胸は焼きで。さっぱり。普通に美味しい。でもね、味しっかりしてる。あ、そうなの？美味しい。両方楽しめていいね。煮るのも楽しめて、焼くのも楽しめて。結構お鍋あっさりめだから焼くとジューシーな感じ味わえていいかも。素晴らしいコメント。美味しい。イエーイ。マサも食べなよ。食べるけどなんかいつも俺が食べてないように思われてるらしい。そうなんだよね。マサもいっぱい食べてるってことを証明してよ。私が意地悪してるみたいだからさ。いいね、朝。いいね。すがすがしい朝。
近くのお寺に朝散歩に来ました。境内は桜が咲いててすごい綺麗です。あんまり見かけない桜咲いてるよね。何なんだろう八重桜、花桃、かわいいピンクで、なんかバラみたいな感じじゃない？ね、すごいかわいい。しだれ桜も咲いてて、すごい綺麗なお寺です。どうでしたか、朝散歩は。楽しかった。朝だとさ、空気も澄んでて気持ちいいし。今日晴れだしね。そう、晴れだし。人もいなくていいね。てか晴れたね。確かに。昨日雨だったけど、今日晴れた。さすがですね。それが晴れ女と言われるだけあるね。パワーが効いたかも。確かに。今日は奥千本の方に行きますか。行きましょう。お腹空いたよ。朝ごはん食べよう、早く。朝からさ、自分で焼いて食べるって珍しいよね。椎茸と厚揚げ、ね、昨日厚揚げ美味しかったからさ、楽しみだ。いっぱいご飯も種類あって、ご飯何回もおかわりしちゃう。ご飯用のおかずがいっぱいある。ね、そう。いただきます。あ、美味しい。美味しい。朝から元気出る。美味しい。醤油で。いただきます。美味しそう。カリカリだよ。カリカリで美味しい。ちょっと消化かけすぎて辛くなっちゃったけど美味しい。あんまないね、この食べ方。あんまないね、この食べ方。珍しいね。美味しいわ。あったかくなってて美味しい。めっちゃ満開じゃない？桜がすごい満開。しかも晴れだよ。青空と白い花びらと赤い葉っぱがいいね。これはね、修行の門なんだよ。ほら、修行門って書いてあるじゃん。修行の道の始まりなのかな。なんか、はい、そこに繋がってるんだって。西行先生は？太陽先生の作業案はこの先だね。この先にはね、義経が隠れたとされる場所があるんだって。
そうなんだ。義経はさ、お兄さんに追われてた時に、ここで隠れてたんだって。あ、そうなんだ。うん。吉野に来たんだ。そう。昨日行ったさ、吉水神社でも隠れてたんだって。ええその場所に行ってみよう。はい。すごい大きいね。めちゃくちゃ大きい。すごい立派だね。作り直してると思うけど。すごいね、こんな場所に行ったなんて。どうだ。採用奉仕の短歌がありましたよ。採用奉仕は何なの？採用奉仕は武士だったんだけど、出家して僧侶になった人だよ。短歌読んでんじゃないの？そう、いっぱい短歌残したんだって。旅人？どうなんだろう。そういう一面もあんのかもね。で、この奥にあるんだよね。西行庵っていう。ね。で、そこで3年間佇まいをしたとされる小さなね。住まいがあるの？そう、あるんだって。6000本の桜めちゃくちゃ綺麗。本当だね。ねえ、まさかさ、西行庵のところこんなに桜あるなんて思わなかったね。めちゃくちゃ綺麗。開けて一面に桜が植えてあって咲いてます。ちょうど満開？もうちょいかな。もうちょいかな。ね、すっごい綺麗だね。なんか6000本はさ、ちょっと渋い感じだね。確かに。昨日の下千本と中千本と上千本は結構賑やかだったけど、奥千本は渋いね。静かに楽しめるっていう感じだね。いいね。西行庵は扉がないね。本当だ。見え見えじゃん。ね。でもすだれとかあったんじゃないかな。昔は。だってじゃないと寒いし、丸見えだし動物入ってきちゃうもん。本当だね。ねえ。
吉野どうでした？吉野よかったね、こ桜見れてよかったね。れ。うん。今年初のお花見できてよかった。本当だね。昨日は雨だったけどさ、うん。今日は晴れたから、それもすごいよかった。雨は雨でよかったけどね。そうだね。下が散りかけでも上に来ればあ、そう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 。見れるっていうのはいいね。そう、満開でね。まだつぼみだもん、奥線も。長い時間楽しめるぞ、吉野は。ねえ、そこいいよね。うん。あとこの山桜も初めて見てさ、可愛いなって思った。ああ、確かに。花びら下に向いて咲く感じ可愛いよね。うん。吉野は歴史も感じられていいね。うん。何、1000年の歴史と花の街って感じ？ 1000年の歴史と花舞台だよ。あ、花舞台か。花舞台だね。